こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。2月27日木曜日、時刻は昼の12時を回りました。いやー、今日もいい天気ですね。もう空は快晴です。最近はね、この辺結構気に入ってるんですよ。もうご覧の通り、もう最高やなこれ。はい、こんな感じで今座りながらカメラを回しているんですけれども、今日何の話をしようかについて考えてたんですよね。いろいろあるんですよ。なるべく直近で起きたこと、今現時点で関心のあることを最優先に話したいなと思って、ただまあそれについて話したところの、もう本当にそれが聞いてる人にとって、楽しめるような話題なのかなっていろいろ考えたりするけれど、あれこれ考えたところの実際にやってみないとわからないし、実際に動画をアップロードしてからでないと、まあ、どんな反応が起きるのか、まあ、どんな展開が起きるのかはちょっと僕にもわからないんで、まずは更新頻度を上げるためにも自分自身が本音で話したいことや今現時点で、話したいこと、その現時点で何か映したいものがあればそれを真っ先に撮り続ける、それをアップし続けるっていう習慣をこれから先も続けていきたいなというふうに考えています。今日話すテーマなんですが、スマートフォンを眺める時間、視聴時間を減らすために僕が普段の私生活で取り組んでいること、現時点で行っていること、これについて話したいと思います。これはあくまでも僕個人の見解に基づいて話す内容となりますので、まあ全ての人に当てはまるかどうか、全ての人にとって参考になるかどうかは分かりませんが、まあそういう意見もあるんだなとか、そういう考えもあるんだなっていう感じで聞いていただければ幸いです。ラジオ感覚でお聞きください。てか眩しいマジで。で、結論から言いますと、その通信制限なしのギガ放題というプランからできる限り少ない容量の通信プランに変えること。2つ目は外でスマートフォンを使う際はもう必要最小限の連絡だけにとどめる、または Google マップで場所を調べたりですとか、まあ、そういう感じで、どうしても必要な場合を除いてなるべく見ないようにする。で3つ目はSNS のアプリ、もしくは動画を見るときに使うアプリケーションといったものをその携帯の一番最初に出てくるトップ画面から削除すること。で4つ目は利用制限、まあその一つ一つのアプリケーションごとに1日の間で使える時間を制限すること。例えばインスタグラムだったら15分までとか、 YouTube だったら30分までとか、まあ、そういう感じで何でもいいんですけれども、それについては各アプリケーションごとに利用制限をかけることができますんで、まあ、それについてはiPhone でもできるし Android のスマートフォンでもできると思うんですけれども、ただこれについてはまあ細かい設定方法というのは、まあ、それはちょっとこの場で細かく説明することはできないんで、まあ、それについてはご自身で調べてください。まあ、Google で検索すればいくらでも教えてくれる人がたくさんいますんで、まあ、それはご自身で見てください。まあごめんなさいね、ちょっとアバウトすぎて、まあ、そういうやり方もあるんだっていうことを留めていただければ嬉しいです。で最後なんですが、夜10時以降は緊急の連絡を除いて返信はしない。これが大切かなって思いますね。だって今10代の若い子もそうですし、もしくは、まあ、その後のまあ、実際に働いている方にも当てはまると思うんですけれど、そう夜10時以降も頻繁に連絡が来る人っているんじゃないかなと思うんですよね。例えばまあ、学校の友達だったり、そのサークルに通ってる子とか、もしくはバイト先の先輩後輩とか、まあ、いろんな人たちから連絡が来たりする例ってあると思うんですよね。それもしょうもないことで連絡してきたりするのあるじゃないですか。でそういうなんか意味のない会話をしたがる人って多分いると思うんですよ。でその他に、まあ、会社員の方だったら、まあ、上司から緊急のその連絡ではなく、その業務時間外の
業務命令をしてくる人もいると思うんですけれど、俺あれすごい迷惑だと思うんですよね。そういうのはもう全部無視していいです。でもしそれ何か問題があったとしたら、それは業務時間外は基本的に、一切連絡は受け付けませんっていうふうにその上司に伝えることで、それがダメだったらもう会社を辞めるか、またはその労働基準監督署に相談するのでもいいですし、いずれも、その業務時間外のその連絡がものすごい不便っていうふうに感じる人もいますし、それがずっと日常生活で延々と続くようであれば、それは睡眠の質が下がったり、その体調不良を起こしたり、もしくは人によっては何らかのそのストレス障害というか、そのメンタル疾患につながってしまう恐れがありますので。で極力夜寝る前はもうスマートフォンはもう見ない、触らない、もう返信しない、そういう習慣を交えて日々の生活を送ることが、これから先のこの現代社会においてとても大切となります。そんな感じかな。で一番最初に伝えた通信制限なんですけれど、これについては現時点でその au やドコモ、ソフトバンクだそれ以外の携帯各社いろいろあると思うんですけれど、そういうところで提供している大容量のプラン、またはギガ放題といった無制限プランがあることにも大きく影響してるんじゃないかなと思ってて、外で使える、外で動画見放題ってなると一見その楽しいことが増える、便利なものが増えるっていうような、そういうイメージあると思うんですけれど、逆を言い換えればもう常日頃もうどこに行ってもスマホ、右を見てもスマホ、左を見てももうスマホっていう感じでもうずっと動画を見続けることになるんですよね。動画だけじゃなくて SNS をこうずっとこうスクロールしたりとか、あとはそのずっとゲームをしている人っているじゃないですか。もう今となってはもうスマートフォンでゲームができるような時代になってますんでね。僕は全くやらないんですけれども、外で動画を見ることは全くないですし、ゲームだってそのゲームアプリ自体がこの中に入ってないんで、やらないんですね。でそれよりもその外の景色をこう眺めている時間であったり、その周囲のその環境の些細な変化を楽しみながらいろんな場所に出向いて、いろんな場所を歩いて、いろんな景色、いろんなその自然環境に触れるっていうことがすごく大切だと思うんですよね。自分自身の心のバランスを整えることだったり、今考えていることや、日々の生活において悩んでいることがあったとしても、大体こういう景色を眺めていればもう大半のことがもうどうでもよくなるんですよね。本当にどうでもよくなるんですよ。こうして出歩いてる間はもうスマートフォンは触らないことにしてるんですよね。たまに連絡があったりとか電話が来た場合はそれは出ることもあるけれど、基本的にはあまり使わないですね。でその携帯の通信プラン、その1ヶ月間におけるその月額料金も僕990円なんですよね。でも来月からそう今入ってる携帯のその SIM カード、そのプランなんですけれども、これ IIJ ミオっていう格安 SIM を提供している会社さんで入ってるんですよね。そこの、通信プラン今なんだっけなあれ、5ギガバイトで、通話とネットも使えて、毎月990円なんですよね。来月からは提供側の意向によって950円と少し値段が下がるようになるんですよね。そういう感じでね、その毎月の固定費だったり、その日々の私生活において支払い続けるものを減らすことも兼ねて、でなるべく僕は外でスマートフォンは使わないようにしています。でそうやって使わないものを削ぎ落とす、いらないものを減らしていくことによって固定費を減らすことにもつながりますし、あとは私生活におけるそのライフスタイルを見直すきっかけにもなりますんで、もし現時点で日々なんだかこう息が詰まるなとか、もしくはストレスがたまる、でもその原因が何なのかわからない、またはスマートフォンを眺める時間がものすごい長いなっていうふうに感じている人がいましたら、一度その通信プランを変更する、もしくは携帯会社を大手から格安 SIM に変えるとか、もしくは日々の私生活においてもうなるべく必要なものだけを取り入れる、不要なものを削ぎ落とすといった感じで、まずできるところから一個ずつコツコツとやっていくのがちょうどいいんじゃないかなというふうに僕はそう思います。これと別に YouTube だけではなくてノートでも今回の件について
今回の件に関する記事を公開しましたので、もし興味のある方がいましたら概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ覗いてみてください。そんな感じですね。で、久しぶりに動画を撮るわけですので、なんだかやり方を忘れたというか、これどんな風に撮ればいいんだろうって思ったりはするけれどもう全部アドリブで、もう全部自分自身が本音で感じたこと、本音で喋りたいことしか話してないんで、ところどころその拙い部分はあるかもしれないけれど、そこら辺は多めに見ていただけると嬉しいです。ではそろそろ時間ですので、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。